皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。秋の多肉ごと多肉の植え替えが進んでいます。この多肉たちも先日植え替えしたばかり。まだまだ植え替えしたい多肉がたくさんあるんですけど、なかなか作業が進まないんですよね。それでもビニールポットからスクエア鉢に植え替えると多肉もぐっと可愛くなるので、早く植え替えしてあげたいんですけどね。そしてたくさん増やしたいなって思っていたこのプロリフェラ、もりもり育っているのはこのポットだけ。なかなかうまく思うように育てられません。ドドランタリスはまだ休眠中ですが、寒くなってきたのでもうすぐ目覚めてくれるかな。そして多肉棚の一番上に置いてあったこのフィツムのペアルソニーと白拍子も少し前から花を咲かせ始めています。このフィツムの紫園がもう一つあったんですけど、どこかに行ってしまいましたね。こんだけ多肉があると置き場所を忘れてしまいがちなんですが、紫園もきっとどこかにあるはず。後で探してみたいと思います。10月も後半になり、水やりをする時でも気温を気にせずに多肉に水をたっぷりやることができるので、ロッティも葉がプリップリになっています。葉先も少しずつですが色づいてきました。そしてこの三日月ネックレス、一体どこまで伸びるのか。そろそろ途中でカットするのもいいかな。はい、今日のメインの七福神の解体をしていこうと思います。この七福神、実は今年4月にいただいたものなんですよね。今ではこんなに立派になってちょっと窮屈そう。まだまだ七福神を増やしておきたいので、今回は少し間引いて新たに七福神丼を作っていこうと思います。いつも七福神は春に植え替えをしていたんですが、夏にどうしてもダメにしてしまうので、今回は秋に胴切りして増やすことにしました。もうすでに小株にもたくさん根が出ています。本当は一番大きな株をカットしようとしたんですが、実は一番大きな株は群生になっている株とは別の株なんです。こうして見ると一緒の株に見えますよね。今回は丼を作るということで、ロゼットが同じぐらいの大きさの株を選んで間引いていこうと思います。この株もしっかり根っこが出ているので、土に刺してあげたらすぐに根付いてくれると思います。ちなみにこの七福神は水がとても好きなので、植えている土には花と野菜の土に少し鹿沼土を混ぜたものを使用しています。そして株も少し大きくしたかったこともあり、夏の終わりに置き火を少し置いています。置き火はいつも使っているグリーン育ちの IB の力。この置き火は胴切りした後や大きく育てたい株の下に置くようにしています。以前はお一人様で多肉を植えて楽しんでいたんですが、最近ではこんな風に群生に育てるのがちょっと好きになってきちゃったんですよね。しかも群生でより大きく育てたいっていうね、欲も出てきてしまいました。皆さんはどんな風に多肉を育てるのが好きですか？とりあえず同じぐらいの大きさのロゼットを6個間引いてきました。この6個を同じ鉢に植えて丼を作っていきます。と言っても外した七福神の小株を土に刺していくだけなんですけどね。そして今回使っている土も親株同様に花と野菜の土に鹿沼土を少し混ぜたものを使っています。この混ぜた鹿沼土は再利用のものになります。一度ふるいにかけて古い根やゴミを取り除き、
しっかりと天日干しして殺菌したものを使用しています。七福神丼も最後の一つを刺して完成です。親株の方はこんな感じになりました。これから残したロゼットが大きく育ってくれるといいんですけどね。親株の茎を覗いてみるとこんなに太くなっていました。この太い茎からたくさんこぶいてくれるんですね。大きな七福神の下にもこんなに可愛らしい七福神が隠れていました。そして七福神と一緒に植えていたこの秋麗もピンク色に可愛く紅葉してきました。そして今日作った七福神丼です。今までは春に植え替えしていましたが、今回は秋に挑戦してみました。これが吉と出るか凶と出るかはこの後のお楽しみ。七福神丼を作っていきましたが、まだ少し時間があるので今までに植え替えしてきた多肉たちを見ていこうかな。スイートプリンセスも植え替えした方と植え替えしていない方、可愛さが全然違います。このフライトゥーダスカイは枯葉を取った後に周りからたくさんこぶいてきてくれています。このトレイの多肉たちも少しずつ植え替えしています。このピンクチップスとミニマは株分けしたものになります。ベランダで成長点を焦がしてしまったこのベニスズメも株の横から小さな小株ちゃんがたくさんこぶいてくれています。多肉は胴切りと同じように成長点がなくなるとこうして株の周りからまた新しくたくさんこぶいてくれるんですよね。9月に伸びた茎をカットして脇に刺していたひまつりも可愛い新芽がたくさん出てきています。この胴切りしたピーチプリデ丼もしっかり根付いてくれていますよ。その奥のピンキーは大暴れ。その隣ではおぼろ月も大暴れ中。このままカメラを下にずっと下ろしていくとこんなところにまで首を長く伸ばしていました。そしてオーニングの奥の方でひっそりと夏越しをしていたこのあえおたちもようやく目を覚ましたようです。胴切りした茎部分はまだ新しい芽が出ていないので、これも少し水持ちのいい土に植え替えてあげようと思っています。小人の祭りは端の方が少し枯れているみたい。ちょっとかわいそうですね。そして大暴れしているのはビアホップ。夏の間中日陰に置いていたので徒長しまくりです。先っぽはとっても可愛いんですけどね、このまま元に戻ってくれるのかちょっと心配です。そして仕立て直ししたセダムたち、このパンジーたちもそろそろ鉢上げしてあげたいな。そして植え替えしたマジョール、いつの間にかスカスカになってしまいましたが、ここからまた掘り返してほしいですね。谷友さんからいただいた黒胞子もお目覚めです。葉がツヤツヤでとっても綺麗です。そして隣にかかっているのはパープルヘイズ。カットした後に茎だけになってしまい、どうしようか迷ったんですが、そのまま置いておくとこんなに新しい芽がたくさん出てきてくれました。アデ姿もお目覚めです。コキアは真っ赤になりましたが、だいぶ小さく縮んでしまいましたね。レモンも肥料が切れているせいか少し葉っぱが黄色くなってしまいました。ルビネは花盛り。黄色い花がとっても可愛く咲いています。はい、ということで今日の動画は秋の多肉ごとで植え替えした多肉や胴切りした多肉、そして七福神を株分けして
丼を作っていきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。